5月の世界大会が終わって、これから俺が取り組もうとしてることが、今までねこうずっと夢だった一般のベンチプレス世界チャンピオン、そしてもちろん日本チャンピオンだよね。でこの日本チャンピオンっていうところを通過しないと世界チャンピオンがもちろんない。でこの日本チャンピオンが何よりもハードルが高くて難しいっていうのはすごくね昔から分かっていて、でじゃあこの世界大会でマスターズの世界記録を取りました。一つ自分の中では区切りがついて、これから一般での世界チャンピオンになるために何をしないといけないのかっていうところ、これねめちゃくちゃ自分の中で、もうね時間をかけて考えたんだよね。でこの世界大会終わってからすごく自分ピークアウトしていて、どうだろう、もう1ヶ月ぐらい経つんだけれどもマックスが140キロ上がんないくらい。この間の世界大会では171キロ66キロ級で上げたんだけれども、今体重が70キロでマックスが140キロ。もう本当にね自分の情けないこう体と技術と本当にね痛感しながらねここ1ヶ月間過ごして、ただピークアウトしたりとかその辺を踏まえるとね、それも全部全て自分の実力だと捉えて、そこから一からね実力を高めていきたいなっていうところをここ1ヶ月間いろいろ考えながらやってきて、自分の中でじゃあ一般で世界一日本一ここになるために何をやらないといけないのかっていろいろね紐解いていった時に、今まで僕はベンチプレスのみでやってきた。とにかくエブリベンチでベンチの技術を上げるためにはベンチをたくさんいじる、ベンチの練習を誰よりもする、これを心がけてきたんだけれども、それがあだとなって筋力筋量、ここがね日本の一般のトップクラスの選手だったりとか世界の一般のトップクラスの選手、こことはかなりかけ離れちゃったなっていうところを実感してて、それがゆえにじゃあ肉体改造をしないといけないのかなっていうところ、ここをたどり着いて、今実は筋トレにめちゃくちゃ時間を費やしてるっていう毎日。動画だよ。大胸筋上部と肩全部、全部って全部じゃないね、前の方ねと、あとちょっとねそれ終わってから余力があれば、大胸筋のいろんな下と中間と上とその辺もなんとなく刺激すればいいなと思って。でさらに余力があれば三頭筋、ここもちょっと刺激を入れたいなっていうところで、ただね明日朝からちょっと仕事がタイトだからあまり疲労が残らない程度にはやりたいなと思ってるけれども、ちょっと気持ちとね体が乗ってこえば、筋トレってね乗ってこえばいっぱいやれるから、その辺乗ってこえばまたいろいろ考えようかなと思ってやってるけども、もうねすでにねまだアップしかやってないけども疲労困憊で。これただね毎日できないのが筋トレのすごく難しいところで、やっぱり筋肉痛が来る。その筋肉痛を回復させないといけないっていうところがすごくねもどかしいところではあるんだけれども、そして筋肉痛になればベンチができない、これ本当にもどかしいんだけれども、そこもねぐっとこらえて我慢して、これもまた強くなる一つの要素かなと思って、筋トレを取り入れてるっていうところで、ただねこの筋トレただねやるだけでは実はダメで、その人に合った非常に大事だなって僕は思っていて、じゃあ自分に合う筋トレだったりとか自分が必要な部分どこなのかっていうところを分析するところ、ここから始めた。と
にかくベンチプレスをもう一回初心に帰って、例えばリストラップをなし、ベルトをなしからの状態からもう一回丁寧に軽い重量からやっていって、自分はここの筋肉一番使うんだなと、このフォームが一番重量上がるんだなっていうところ、ここをまずは紐解いていって、じゃあそこで使う筋肉ってどこなのかなっていうところ、これを自分の中で分析して筋トレを取り入れていく、これをまずはスタートするっていうところから始めて。久々すぎて上がるかどうかもわかんないけど、大丈夫？50キロ？すげえ。これでも50キロ扱い本当マジで計算ぐらいしかいない。俺もだって2回しかなかった。自分で持っていけないですよね。まずそこなんですよ。そこですよね。でもこの腕が持ってきちゃうんです。よっしゃ。えぐい。全然楽しくない。使えない。まあでも正直な感想をね。いや、そう使っていかないとね。もう本音でいくから。それ嫌いだわ。ちょっとギア着てやるか。山田怖くない？そうだね。こうやった時背中バキバキってなるから。なります。それ好きなんですよね。いや、俺ちょっとわかる。しかも最初の1回目とかね。そう。最初もうスタートから反動使わないで、もう昔結構これやってたから、だからもうここからカマキリから空手マシン見習って。カマ切っちゃってますから。カマキリベンチ。カマキリベンチ。そこからとにかく筋トレを今週にそうだな2から3、この辺部位に分けて筋トレしてって、でもちろん筋トレするとさっき言った通りベンチが上がらないっていうところ、ただ今僕はピークアウト中、そしてちょっとこれね世界大会前にはどうしても言いたくなくて言わなかった部分が実はあって、世界大会前に実はちょっと古傷の腱板損傷した部分の肩がめちゃくちゃ痛くなってしまって、それがゆえにね世界大会では第二試技を落とすなんていう失態もしてしまったんだけれども、ただね今まだまだそのね痛みっていうのは引きずりながらベンチをやってるんだけれども、それもね神様が一旦ベンチ離れて筋トレやりなさいよと、それじゃないと一般での日本一なんて全然無理だよって言ってるなと感じたので、今の痛みっていうところをポジティブに変換して、それを実力重量につなげていく、これがやっぱりね一流選手の証かななんていうのをね自分に言い聞かせながら、ベンチができないのがモヤモヤしながらですね筋トレに励んで、そして筋肉痛でベンチができなくて重量も上がんなくて、そんな毎日を繰り返して、その中でもなんとか筋肉痛ありながらでも最低限の重量を上げたいな、ここはやっぱりベンチプレッサーとして確保しないといけないのかな、なんとなく僕はそう思っていて、ベンチプレッサーたるものいつでも高重量上げれますよ。もちろん筋肉痛の時でもちょっと多少痛い時でも、そんな時でも高重量上げれますよ。これがベンチプレッサーかなと俺は思っているので、この間大会で残した171キロ、この辺の付近はなんとか練習で痛みがあったりピークアウトしたり筋肉痛が起こっても上げたいなっていうコンセプトでやって、やっとこの間1ヶ月ぶりに170キロ、もちろん肘も甘い、止めてもいない、お尻も甘い、そんなんでいいかなと思って、とにかく上げることが重要かなと思って、がむしゃらに仲間の刺激をもらいながら170キロ上げた、そんな日々を過ごしております。どうしようかな。ありがとう。痛いね。だいぶ逃がしてはいるんだけど、そもそも出力もね出したら痛いから、そこなのかなって感じがするけどね。なんか我慢できなくて高重量持ち始めたはいいけど、やっぱり痛いの痛いって感じ。
どこで使うんですか？そのどこで使うの？情熱タイプ。情熱タイプ。ワインがいた。日野のワール持ってきて。昨日花火見ながらさ、綺麗だなと思ってパッて見たらワイン1本なくなったの。何の背中を取ってるの？何を語ってる背中を取ってるの？びっくりした。俺さっきどんだけ飲んだのよ。ずいぶん俺のワイン飲んだなっつって。って言ったら自分って言ったら自分さっきも飲んでて。物足りないから次ワイン飲みに行ったよ。あ、結局そのまま。一本開けて。そうそう。まあそれが俺にとってのなんだっけ。島根。アナザースカイ。アナザースカイ。じゃあ情熱大陸じゃないから。アナザースカイは。まあ楽しければいいな。